今回はラメ入りフィラメントのレビューです。前回面白フィラメント枠で虹色に光るフィラメント、自分はゲーミングフィラメントと勝手に呼称していますが、そいつを使って色々してたのが割と楽しかったので、今回はラメが入ったフィラメントを買ってみました。それがこいつ。マジで武骨な段ボールすぎて動画映えが一切しないのが難点なので、さっさと開けていきます。開けている間に詳細です。商品名は鍵カッコマイナスキラキラ鍵カッコ閉じ 3D プリンター造形用素材 PLA フィラメントキラキラ 3D 印刷 3D プリンター 3D プリントペンフィラメント 1.75mm 寸法精度プラスマイナス 0.02mm 人生強化高密度高強度 PLA 樹脂造形材料カッコシルバーカッコ閉じ長え。商品自体にあんまり関係はないですが、こういう海外から輸入されているちょっと変な製品って名前クソ長いことが多いですよね。だいたい1900円くらいで売っていました。PLA なので印刷は簡単かなと舐め腐った態度で購入しました。見た目的にはシルバーというかグレーにラメが入っている感じですね。まあ金属質っぽい感じじゃないのは商品写真でなんとなく分かっていたので別に問題はないです。触り心地が少し変わっていて、ラメが入っているのでまあ当然かもしれませんが、かなりザラザラしています。マジでラメ触ってる感があって面白い感触ですね。まあ映像ではわからないことですけど。あと匂いは普通って感じでしたね。PLA フィラメントといえばこんな感じの匂いをします。まずはいつも通り印刷テスト用の船を作ります。まあ分かっているとは思いますが、この印刷物では 3D プリンターの印刷精度がどの程度出ているかを測ることができます。詳細はこんな画像が出回っています。知らない人もたまーにいるので一応共有しておきます。さて、この船の印刷精度はまあ問題はないですね。ラメのおかげで積層痕が目立たなかったりするかなと思ったんですが、まあ別に普通ですね。ただこの印刷の際に少し問題だったのはビルドプレートへの定着性のなさです。寒いからかなとも思ったんですが、別のフィラメントでは全く問題なく定着したので、このフィラメントがくっつきにくいんだと思います。電化の宝刀こと糊で定着させました。糊は100均で売ってるでっかいのがおすすめですで、何を作ろうかと考えていたんですが、動くトカゲのフィギュアみたいなやつを見つけたので、こいつを作ってみることにしました。スライサーに入れたら予想の3倍くらいでかかったですが、そこそこの大きさのものが作りたかったので印刷を続行したんですが、ここでまた問題が発生しました。2、3回印刷を試したんですが、どうもフィラメントの出がよくありません。ノズル詰まりを途中で起こしたような印刷の失敗を繰り返しました。これはおそらくではありますが、フィラメントがざらついていることによって抵抗が大きくなって印刷に失敗していたのかと思います。印刷に失敗していたのもビルドプレート右側だけだったので、フィラメントの位置が問題だったんでしょう。よくある解決策としてはフィラメントの置く位置を上にするなどですが、吊るすための竿なんかもなかったのでパワーで解決しました。印刷温度を10度上げました。210度から220度に変更しました。これで少しは抵抗がなくなるはずです。なお、上からフィラメントを入れる方法が簡単に作れた場合はそっちの方が確実にいいです。自分はめんどくさがりなのでパワーで突破した。ただそれだけです。印刷結果がこちら。なんか前足が定着ギリギリだった感じはありますが、無事印刷には成功してくれたみたいです。温度を上げたので糸引きが発生するかと思ったんですが、予想よりはマシでしたね。綺麗に印刷が完了しています。パーツがつながっている部分も変に癒着したりは多分してないですね。というわけでラメ入りフィラメント使ってみました。個人的な感想としては思ってたより地味だったなーっていう感じです。やっぱり YouTube なんでできれば派手派手しい方がちょっと映えるじゃないですか。品質としては悪くなかったかな。吸湿しすぎてるとか、あまりにも折れやすいとか、使えねえってなるような問題はありませんでした。あとは印刷するならあまり抵抗のない位置を考えるべきだなとは思いました。ラメによる抵抗って結構バカにできませんね。あと下手したらノズルが詰まりそうなんで、ノズルの代替品とかを買っておくといいかもしれません。というわけで以上、次回もお楽しみに。